やめて。やる。悲鳴が聞ここうやってあえる。あ、落とそうとして。そうこれで落とすことできる。そう落とそうとしてこの本日我々バーチャファイターハイブンレボを遊びます。お願いします。お願いします。V スポキサラギレンです。よろしくお願いします。ます。同じく V スポ超や花火です。よろしくお願いします。まあ我々もね今回初めてやるので同じタイミングで始めてくれる人がいたらめっちゃ心強いし、確かに新作も出るからちょっと今のうちにやっとこうぜ。確かにちょっと触っみたいなてアド作っとく今のうちそうに。今のうちにアド作っとく。バーチャファイターを知り尽くしたゲストをお呼びしております。イタダンさんとフードさんです。お二人とも自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。そうですね、自分バーチャ4から始めてて、でバーチャ4で言うと、陶撃って聞いたことあるか分かんないですけどの大会全国大会優勝したりとか、まあ、あと国内の全国大会もちょっと優勝させてもらったりとか、エボも優勝したことあったりとか、あと世界大会も優勝したことがあるというやばすぎ。やばい。見えない前そうまぶしすぎて今。そうこれなんかストリートファイター 2D 勢と思われがちなんですけど、はいまあ本当に生粋のバーチャ育ちで、へえ。そうだからバーチャ勢です。だからバーチャ勢だと思ってる人が多いっていう感じなんで、今回いろんな知識もあるんで、お二人になんかバーチャの魅力なんか伝えれたらなと思います。まあ改めて板橋さんゲスト申します。大学生の時にうんなんかちょっとなんか退屈だなと思ってて、うんでバーチャファイター4がもうボカンって出たのよ。そっからマジドハマりして、で周りの人もめっちゃ面白くて、なんか結構ゲーム本気でやってもいいのかなって思わせてくれた。そっからもう本当にどっぷりゲームにやるようになったっていう、なんかその舵を切ってくれたゲームって感じなんですよね。そっからまあフードも言ったように結構大会とかも一応ちょいちょいねこうタイトル取ってたりとかして、でストリートファイターにこうやったりとかね、まあ、いろんなゲームやったりとかっていうのが一応あったっていうね。でバーチャファイターって結構そのじゃんけんみたいな要素がすごい強くて、なんかすごい高速にこう打撃なのか投げなのかみたいなのを結構読み合うゲームなんだけど、まあ、例えばね今のプロシーンとかでもねその経歴というかね、歴史が結構自分の中で生きてるのかなとかね、そういうのもね、もうフードもめっちゃそうだし、そうキャラクターが、まあ、他のゲームに比べるとなんか他のゲームってキャラクターすごい個性があったりするんですよ。なんかいろんなものが飛んだりとか、そういうのじゃないんで、なんか人で個性をつけるっていうのが結構魅力的な部分なのかなっていう、相手のキャラと対戦して誰か分かるっていうのは結構バーチャの魅力かなと思います。めっちゃわかる。絶対この人だみたいな。そうじゃあ人によって全然違うってことですか。もう全然違います動きが。このキャラはこの動きをしろみたいなのは特にないですね。重度が高いから結構なんかやっぱこの技好きだなって思った技を少し主力に置いたりとかもっていう人もいるし、まあ手堅い人もいるし、もう全部の技使ったろみたいな人もいるしみたいな、そういうところは結構特徴としてあるかなっていうね。バーチャのなんか特徴みたいな部分なんですけど、なんかとりあえずすごい大雑把に言うと、攻撃当てるともう一回攻撃できるターンをもらえて、相手の攻撃をガードされると相手の順番になるみたいな、それの高速じゃんけんをするゲームみたいな感じなんですよ。だから攻撃当たったらもう一回攻撃する、攻撃か投げかみたいな。でガードの時は止まらないといけないみたいな、相手のターンなんで次はみたいな感じで、だからねヒット確認とかがすごい大切なゲームみたいな感じで、多分ね他のゲームではねないね、こうまたなんか楽しい要素なのかなと思います。ちょっとねメインキャラこのね俺と同じねこのおじいちゃんなんだけどね、水拳のシュンです。シュンにちょっとね気を使ってこうリオンを使ってくれるという。もともとのメインキャラなんですよね、俺が使ってるリオンが。リオン美女いい。リオンいい、かっこいいっす。めっちゃかっこいいっす。やべ、受け身取らなかった。シュンはそうお酒を飲んで強くなるみたいな。お酒冷めるって聞いたんですけど、そう今食べましたよ。条件って何なんですか。特定の攻撃を当てると酔いさましになります。へえ。やべ、これぴったり。 KO 後にお酒を飲むことができるキャラですね。
逆持ち帰り、そうなんだ。慶応動けるんですよこのゲーム。多分最近だとね珍しいと思うんですけど、逆に俺が動いた時は酔いさましの技を当てるとなんと、そうラウンド持ち越しされてますもんね。はい、あ、酒の本数が当だ。6個飲んでるってことですかこれ今。コロ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 、そうこれ今出たこれそう今減ってるんですよ。これ別になんか悪意持って殴ってるわけじゃないですからね。ちゃんと意味を持ってやってると。ほらさっきまで8杯飲んでたんだけど気づいたら0杯になってるっていう。ゼロだとやっぱしんどいみたいな感じですよね。ゼロはねやっぱあんま強くないですね正直。暴れてきた。ああと慶応後にこうでこれなくなった。そう壊れるとリングアウトステージが完成して落ちると負けになるみたいなのもできたりしますね。ステージがこう変化するみたいな。へえ、面白い。リングアウトもある。ちなみにこのザキさんが使ってるキャラが主人公のアキラですね。むずいんだよねこのキャラ。変えたらめちゃくちゃ強いみたいな。主人公で一番難しいんじゃないかなってぐらい。へえ。普通なんか主人公って扱いやすいみたいなのあるじゃないですか。逆にねめっちゃ硬派で、ただ使えるともう気持ちよさが半端ないみたいな。逆に人気なキャラって何ですか？アキラはけどやっぱ人気ありますね。あとジャッキーっていうキャラがかなりオーソドックスなキャラクターで人気ありますかね、男性キャラだと。けどなんかね全然偏んないっすね。もう結構いろんなキャラみんな使うし、あとキャラ替えもそんなしないですね。へえ。なんかもうバージョンアップとかあってももうもう生涯これでいきますみたいな。魂キャラなんだ。もう魂キャラですね。うわ壁があるねとかなり少ないんだよね。フードリオン懐かしい。よ。あ、横見てた今。あべ一発当たると重いですね。えらい。あうわー、すごい。やめた。ー。悲鳴が聞こえる。こうやって落とそうとして。そうこれで落とすことなく落とそうとしたいこの結構ねある戦略なんですよ。そうだな。へえ、落ちたらもう一発負けですか？当然終わりです。あー、他のね人がするとなんかって思うかもしれないですけど、めっちゃ戦略的で面白いですね。なるほど。どんだけ体力有利取っててもだって押したら負けそうね。おそうでうわ当たんねえのか今。おあと逃げれないです逃げれない。はい下がるとか待つとかはめちゃくちゃしにくいというか、攻めてるのがやっぱすごい偉いゲームで、へえ。なんかこう立ち回るっていうよりはもうすぐインファイトでボコスか殴り合うみたいなキャラクターですね。なるほど。